では今回ご紹介させていただくのが、このランドロック X。はい。はい。お願いします。ありがとうございます。このケースかっこよくなりました。よりかっこよく。はい。で先日発売されたチャックの部分ですね。こちら仕様がもうそれに変わっていますので、はい。ではちょっと開けていきたいと思います。しちゃいます。すごいシンプルな作りなので、一回覚えていただいたらというかイメージできたらもうあとは簡単にできるかなと。なのでそこまで大きなこう色分けとかはされてないんですけど、形状とかもちょっと違うので分かりやすいかなと思います。これがあれですね。なんかクロスするやつですね。そうですね。今、右から A フレーム、C フレーム、センターフレーム、リッジポール。ああ、なるほど。わかりやすいですね。はい。では開けていきますね。これがあれですね。話題の2人用にもなるという。そうですね。インナー。これは多分使われるシーン結構多いんじゃないかなと。2人用でも、十分広さはある方かなと思うので、2人用にしては。なので、状況に応じてお楽しみいただけたらなと思っていますけども。ちょっとスタート、新品状態なので、重なっていろいろ入ってますので、ちょっと一回全部広げていきますね。もうヨウさん売れてますか？こちらもうすごく人気をいただいてて、ただもうネットとかにも流れてる通り先行予約っていうところで基本的には全国的に見たらもう在庫がない状態なので、もうアルペングループも予約をいただいている状態ですね。で今回生地が75デニールになっているので、前回のランドロックと比べると非常に軽くなっているので設営もスムーズになるかなと。お一人でも簡単に広げやすいかなと思いますので、まずは生地を広げていただくところからキャンプ場ではスタートになってます。今パーフェクトランドロックだからめっちゃ重いんですよね。めっちゃ重いですね。はいはい。重たさが売りの商品に。150ですよね。そうですよね。また違う良さが、なんかそれぞれパーフェクトランドロック、通常のランドロック、ランドロック X、なんか違いがそれぞれあると思うので、お客様に相性のいいランドロックっていうのを今は選べる状態かなと思うんですけど、この子の強みはやっぱり設営の簡単さとか、より今後の発展ができる面白さが残っているものなので、ちょっと今回は設営というところでご紹介をしていきます。お願いします。では生地を広げていただいて、一応リビング空間の上に、天窓というか、開けれるようになっているので、そこがある方が前というのが基本的な考え方でいいかなと思います。はい。ただインナーテントはどちらにでもつけることが可能ですので、最悪間違っても大丈夫。間違っても大丈夫です。はい。では生地をですね、今、オムレツみたいな形になっていると思うんですけども、よりフレームをこう差し込みやすくするために全部広げていただきます。よいしょ。基本的にはですね、これからこの、ボックスに差し込んでいくので、このボックスが分かりやすくなっていれば、設営はスムーズにできるかなと思います。真ん中部分がちょっとこうくしゃくしゃとなってても大丈夫です。ピンじゃなくなったんですね。ピンじゃなくなりました。そこ一番大きな変化かなと思いますね。まず A フレーム、今回のテントまず4本フレームを並べていただきます。ただ、それは並べていただいた方が分かりやすいよというだけで、お客様によっては2本並べて組み立てて、2本組み立てて立ち上げてというのは順番は前後すると思いますので、まずは基本ルールとしては、前から順番にこの、グレーですね、A フレームが来まして、次
ゴールドですね。C フレームが来て、でゴールド来て A フレームが来てあります。もうすごい、シンプルになってます。もう一つ一つつなげていただいて、ただただ一本棒を作っていきます。今回フレームもマットなブラックで、ちょっとこれまでにないかっこよさ。ああ、本当ですね。そうですね。なってます。真っ黒ではないって感じですね。そうですね。なんかちょっとマットに仕上がってるので、ちょっと角度によっては色味も変化がありますね。じゃあ次ゴールド C フレームですね。これはもう先に2本はもう伸ばしてた方がクロスするからいいって感じですか？そうですね。おすすめになりますね。もう何回か多分設営してはると思うんですけど、はい、やっぱ前のランドロックと比べたらやっぱ違うんですか？設営してて。違います。違う。違います。楽ですか？楽ですね。一番やっぱりテント、前作のランドロックに限らず、テントってこのフレームの先端とピンをはめるシーンっていうのはやっぱりお力がちょっと自信ない方は結構課題だとは思うんですけど、そこが一切感じられないところなので、一番はやっぱこのボックスですね。じゃあもうこっちからやっていきますね。外側に半円を2つ作っていただきます。もうどちらからでも大丈夫なんですが、もうボックスにカチャンと、はい、はめ込んでいただく感じですね。でこれテンションかかってないとちょっと抜けちゃう時もあるので、そこだけお気をつけください。でちょっと今完全に入っているんですけど、ここにテンションがぐっとかかって外側に移ることによって外れない作りになってます。このボックスの中身ですね。はい、なのでこっち側もセットしていただくのはいいんですけど、もしかしたら弾みで取れちゃうかもしれないので、外側から半円を作っていくのがやりやすいかなと思ったので、まずはボックスをこちら側見つけていただきまして、でもうぐにゅーっと曲げていきます。でこちらどのテントもなんですけども、お気をつけポイントとしては、このボックスにフレームを寄せる動きではなくて、ボックスをフレームに寄せていただければなと思います。そうすれば反対側がこっちに、来ているのが分かるかなと思うんですけど、それが本来のフレームの、動きになりますので、そこだけお気をつけください。もう刺すだけ。ああ、なるほど。OK です。OK です。でこちら側ですね。先にボックスを持っていただきまして、ここからぐにゅーと曲げていきます。カチャンといったら終わりですね。これだけです。はい。じゃあここからお二人で設営できる場合は両サイド分かれてください。今回店内で風もないので、ご紹介というところでお一人でさせていただきます。フレームを立ち上げます。立ち上げていただけましたら、この A フレームが内側に入るようにしていただきまして、このクロス部分ですね、開けていただいて、これもめちゃくちゃ回ります。角度がここで決めれるので、この真ん中の溝にこちらの、A フレームの溝をはめ込んでいきます。こんな感じですね。で、カチャン。終わり。もうこの時点で、だからよくあるスリーブに入れて、はい、よいしょがないってことですよね。がないっていうことですね。ではこのように前後立ち上がりましたら、奥からですねフックをかけていきます。でもう好きな場所ですね、横からでもいいですし、届くところはめて込んでください。例えばこっちからはめ込んでいってずらしていくっていうのもやり方としてはできるので、ここも身長はいらないというか関係なく設営できます。手前はフックがなんか逆になってるんですね。前までこんなん
向きがね。で一応ここの細かいんですけども、ここはリッジフレームが入る場所なので、リッジフレームにかけていただくフックに、あ、これ。はい、あ、なってます。なるほどなるほど。まあ喋りながらやってるからあれですけれども、喋らんかったらもうだいぶ早く立ち。そうですね。もう黙々とやっていただいたら。あ、でここがここはいらんのか。そうですね。よいしょ。まあ後から付け替えももちろんできますので。はいはい。はい。では次、綺麗な青のセンターフレームですね。よいしょ。これもなんか動画見てても思ったのが、はい。ペコンってへこんでるから刺しやすいですよね。そうですね。非常に刺しやすく進化しました。ネラクもランドロックもここがいつも鬼門というか。そうですね。スノーピークあるある。そうそうそう。そっちそっちみたいなことを言いながらね。もう本当ここ先ほどと同じ動作ですね。もうつなげていっていただくだけなので、まあ、お二人で設営する場合はもう一人が反対側でボックスに入れていただく役があれば。でこの真ん中の鮮やかな色が見えなくなったら真ん中ですよという合図になってますので、まあ、このぐらいで大丈夫かなと思います。でこちらも先にまあボックスを見つけていただいてやっていくか、まあ、足元踏んでいただいて逃げないようにしていただくのがやりやすいかなと思います。で正しい位置まで押し込んでいただいたら、あとはもうこうやって入れていただくだけですね。あとはリッジポール2本入れたら完成になってきます。リッチボールは人おった方がいいですか？一人でいけます？ 2人で OK です。どこにいます？この上ですね。あ、そちらです。あ、これ？はい。これに差し込んでいただいて、はいはい、でまあこちら差し込むときにちょっとこう伸ばしていただいたらいいかなと。もしろああ、そうですね。だからグニューンとも曲げちゃって大丈夫ですので。で曲げて入れて、はい。ああ、OK です。でもうカチカチ。カチカチです。あ、楽ですね。でカチカチするときはもう横のチャックを開けていただければなと思います。これは外側とか。これは内側になります。内側でいいんですか？はい。あ、ここずれへんようにとかじゃなくて。こっち側で。でいいんですね。はい、大丈夫です。なるほど。よいしょ。でまあ特徴的な真ん中ですね。さくらんぼ型のフック。はいはいはい。は一度どちらかはめ込んでいただいて、挟むと。はい、挟んでいただいてこのように止めていただきます。はい、OK です。 OK ですね。でチャックがめちゃくちゃ開けやすい。あ、本当ですか？はい、スルスルスルっていきますね。まあ、フレームも非常に柔らかいので、まあ、フックをこう持ってくるというよりもフレームを寄せてあげていただいたらやりやすいかなと。はい、いつものやつはこうぐるぐるぐるみたいなのがあるんですけども、このワンタッチでカチャンと。ああ、なるほどなるほど。まあ、撤収時も逆にもうカチャンと外していただくだけ、カチャンと外すだけになってます。もうすべての作業が柔らかいというか。なるほどなるほど。はい。お、すごいですね。自由自在な開け口みたいな。そうなんですよ。チャックが今回また特徴的なので、ちょっとこう後ほどご紹介させていただけたらなと。めちゃめちゃ綺麗に開きますね。例えば横バージョン。はいはい。上バージョン。まあ状況に合わせて。あ、そうですね。これは横になってるけど、これは上になってる。わ。そうです。多分今この角度で見てる人が思うのは、はい。めちゃめちゃ広いやんっていう。めちゃくちゃ広いですよね。これルーフは基本つけないといけないんでしたっけ？あ、そうですね。通常モードの時、つけないといけないです。なのでもともと付属しているのでお付けいただけたらなと。では広げていただきまして、今回グランドシートは割愛させていただくんですが、本来は非常に大事なものなのでお付けください。あれも在庫はどうなんですか？グランドシート。はいはい、グランドシートマットセットはテント分あるので、なるほど。多分大丈夫かなと思うんですけど。OK です。状況によっては本当ないあるある。あ、そうですね。
ではではご一緒に行きましょう。じゃあまず通常モード通常モード。ですかね。じゃあこちら真ん中ですね。真ん中ですね。もう一個後ろ部分ですね。あ、ここまで来るんですね。はい。はい。2種類あるけど奥でいいですね。奥になります。はいはい。でもう一個、3箇所あるので、はいはい真ん中、ここが1箇所目、2箇所目で最後が、 3箇所目。あ、なるほど。はい。今のところあれですね、なんか下に潜り込むっていう面倒くささはなさそうなんで。大丈夫です。でこれまでのやつ、前はフックだったんですけど、後ろはトグルでこう棒状のものを入れる。ってやってましたね。あ、そうです。それがなくなりました。なるほど。で、かけていただいて、前側も3箇所あるので、でちなみにこう短い方のフック、はいはい長い方のフックがあるんですけども、はいはい、この通常モードの時は長い方をお使いください。なるほどなるほど。はい、で短くする時にこのちっちゃいのを使います。OK です OK です。じゃあ前から作っていきましょう。で下側、はい、長い方のフックをまたかけていただきます。ペグダウンしなくていいんですね。大丈夫です。どんどん優しくなっていきますね。もう優しさの塊みたいになってますね。そうですね。よいしょ。こんな感じですね。いやー、これは楽ですね。楽です。下側ももう全部かけるとこがあるんですね。基本的にはかけるところがあって、一番後ろだけまたちょっともうかけるじゃなくてつなげるだけというか、なってるんですけど、真ん中部分もかけるだけ。はいはい。ね。ああ、なるほどね。OK かな。で最後こちらつなげていただいて。はいはい、ああ、なるほどね。よくある楽なやつですね。楽なやつですね。昔のランドロックのインナーの形に戻ったという感じですね。やっぱこの形は寝てる時にこうちょっと気を使わなくて。そうですね。全部右でおトイレ行く時とか。そうですね。いけるので。で広さね。一応4人はなってますけど、マットが4枚だから、はい、普通に家族5、6人寝ようと思ったらダブル2枚ぐらいは入りますよね。全然入ります。結構なんか4人って書いてるからみんな4人しか入れへんのみたいな。そうですよね。表記がちょっと変わったので、だからスノーピークの80センチぐらいあるマットが4枚入るってことですよね。はい、おっしゃった。なので皆さん大丈夫ですよ。ちゃんと5、6人寝れます。うちは5人で使いますからね。はい。では先ほど長いゴムを使っていただいたんですが、次は短いものをこの真ん中のかける場所に全てかけていきます。こんな感じです。大枠これで終わりなんですが、内側がに向かって生地がこう垂れ込んでいるんですよね。上側とかに。でここを美しくするように、はい、こちら止めてあげてください。ああ、なるほど。下にもあります。よいしょ。はい。うん。ここに、まずは真ん中くるくるくると。こちらも外と一緒ですね。ベロンベロンがなくなると。はい、デロンデロンがなくなります。はい。頂点1箇所、右上左上1箇所で、その下真ん中1箇所のまた一番下1箇所、一応止める場所がありますので、気になるお客様はもう最後まで止めていただいた方がいいかなと。綺麗ですよね。インナーマットもあるんですか、はい、2になるんですか、4が。2になります。持ってきます？いいですか？はいはい。せっかくやったら。てか前よりコンパクトですね。収納ケースも変わりました。でグランドシート通常これまで別だったんですけども、別の巾着に入っているともう一緒にこのポケットに、はいはいはい、なくすとかどこ行ったとかがね。そうですね。ここを折っときゃいいですね。1マス分はいはいはい折っていただいたら、それだけだから広いってことですよね。そうですね。もうぴったり綺麗ですね。いやいいな。で、このランドロック前後対称、形は一緒なので、分かりやすさはあるんですけども、やっぱ前後ちゃんとこの天窓、はい、天窓を合わせていただく方がいいかなと思いますので、こちらチェックしてください。ルーフ部分が今回長くなったので、ちょっとこう下側に。そうですね。だからよいしょよいしょみたいな感じで
やらんでもいけそうですね。そうですね、サクッといけるかなとは思うんですけど、まあ、一番長いのは多分ロープだと思いますので、はいはいはい。まあ持っていただいてぐーっと。よいしょ。あ、でも楽ですね。そうですね。でそれぞれマジックテープがありますので、マジックテープを取り付けていただいて、このままぐーっと引っ張るのではなくて、フレームに巻きつけてあげてください。OK です。で止めてあげると。はいっす。これはもう絶対2人でいかんと思う。そうですね。重いし。非常に重たいです。これで14ぐらい、ね、13キロかあります。はいはい。あ、なるほど。ここなんかこうもう引っ張っていくっていう感じでいけると思うので、せーの。よいしょ。あ、一人じゃ絶対無理やな。そうですね。一人じゃちょっと一気にはできないので、まあ頑張ってよいしょよいしょしたらあれです。そうですね。あ、でも別のテントですね。もうほぼほぼ。で下側またカチャンとはめるものが付属されているので、そこにはめ込んでいけば、まあ、本来当日は後ろもマジックテープを留めていただけたらなと思います。皆さん真っ白真っ白。ちゃんとここにね。全然違いますよね。ねえ。はい。いや、松尾さんありがとうございました。ありがとうございました。アピールポイント。アピールポイント。そうですね。今現状お選びいただけるのが通常のランドロックとランドロック X なんですけども、まあ、価格も現状は違う状態でご提案できるので、どちらがお客様に絶対いいっていうのはないと思いますので、ランドロック X が一番というわけではなくて、お客様に合う方をご提案させていただけたらなと思うので、全国のアルペンアウトドアーズにですね、ご来店いただいて、まあ、X がいいのか、今のランドロックがいいのか、ランドネスシェルターがいいのかっていうのをご提案させていただきたいんですがX はやっぱり設営が簡単で、まあ、女性お一人でもはめるというところに苦労がしないような作りになっているので、まあ、そこをぜひ店頭で体験していただけたらなというのが一番のポイント。 X 見れるんですか？ X 見れないですまあただこれから定番品ではあるので、まあ、状況に応じて入ってき次第設営のご体験をご案内できるかなと思いますね。ありがとうございます。まあ、まだ X 見れないけど X 予約しようかなって方は、はい、この動画見てもらって、はい、でもし何か気になることがあったら、はい、アルペンでも私でも連絡いただいたらありがとうございます。喋りますんで、アルペンアウトドア宇治店のところとスノーピークの宇治店のインスタとかリンクは概要欄に貼っときますので、ありがとうございます。はい、見ていただけたらなと思います。じゃあ今日は松本さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。ぜひお楽しみください。Nothing out there could ever stop me from chasing after the way you la la la